さんこんにちは、はるです。私は今ラスベガス国際空港に来ています。今日はビバエアロバスに乗ってラスベガスからメキシコへ向かいます。初メキシコ、そして初ビバエアロバス。飛行機だけどバス。ということで今回から春デイリー南米編がスタートします。今まではアジア、ヨーロッパ、北米と回ってきたんですが、南米の国って一カ国も行ったことがないんですね。なのでちょっとドキドキしてます。やはり文化だったり食べ物、物価なども全然変わってくると思いますので、春デイリーを通して南米行った気分で楽しんでいただけたら嬉しいです。では早速行ってみましょう。それではレッツゴー。ではチェックイン向かいましょう。ラスベガス混んでるんかなと思ったらあんまり人いないですね。私が今回乗るビバエアロバスは一番右だった。右へ行きます。ではビバに到着しました。さっきね地図見て右に進んでって言ったら職員さんから違うよ左だよって言われて左にやってきました。朝からいい運動でした。チェックインカウンターあたりは人めっちゃ少ないのに、なんでかこのビバだけすんごい行列。みんなメキシコ行き。Hello, check in please. ではチェックイン完了しました。なんとも1時間ぐらい並びました。ボーディングが1時45分であと45分あるんで、急いで保安検査場向かおうと思います。はい、では保安検査くぐりました。もうめちゃくちゃ時間かかった。あんまり時間ないんですけど、今からプライオリティパスが使える無料のラウンジに行こうと思います。ではラウンジ到着しました。ザ・クラブラス E ゲートの2番にあります。では行ってきます。ラウンジ自体は空いてますね。ではご飯取ってきます。おかずはミートボールとハンバーガー。何これ初めて見た。人参炒めたやつ。これなんかね、めちゃめちゃ辛かったやつや。カリフラワー揚げみたいなやつ。あとトマトパスタスープ、サラダとお決まりのブラウニーがあります。テカてて美味しそう。こちらにはみかんとチョコ、ナッツ、お水、あと紅茶とコーヒーがあります。何飲もうかな。では今日のラウンジ飯でございます。こんな感じ。あとラムコーク頼みました。ではいただきます。乾杯。安定の美味しさでも、あと搭乗時間まで10分しかないんで急いで食べます。もうラムがめっちゃ強い。多分こんぐらい入ってる。ブラウニー取ってきました。バニラカプチーノ。ではごちそうさまでした。今からゲートに向かいます。ラスベガスからメキシコシティって飛行機で5時間ぐらいかかるんですね。なので何かしら水分を買おうと思います。そしたらね、ちょっとこれを見つけました。店員さんいないなと思ったら見てください。セルフチェックアウトなんですよ。ちゃんとね監視カメラとかもついてるんで、ここでお水買っていこうと思います。ちっちゃいのでいいかな。すごい時代だな。お水 3.5 ドルぐらいかな。よし、いくらやと思いますか皆さん。では答え合わせいきましょう。あれなんか2つ入ってる。3ドル99セントです。
あ、高いな。やばー、税込み4ドル32セントしました。超高級のお店や。でもね、5時間水分取れないのは怖すぎるんで、命のために買います。今日の朝、普通に晴れてたんですけど、めちゃくちゃ雨降ってますね。ラスベガスってこんな雨降るんやってくらい降ってます。では、1時間10分遅れで搭乗が始まりました。ちょっとバタバタして取れなかったんですけど、搭乗するときにパスポートもチケットもいらずに顔認証だけでした。あとアナウンスが全部スペイン語でもう何言ってるかさっぱりわかりません。雨降ってますけど少しずつ晴れてきました。空の上いい感じに晴れてるはずなので、皆さん空の旅楽しみにしていてください。ではこちらがメニュー表なんですが、見てください。もう全部通貨も違うし、もうスペイン語になってますね。英語が一切書かれてないです。でもね、品揃え豊富で美味しそうなんですよね。ドリンクも食べ物も結構たくさんあります。ちなみにお水は48メキシコペソ、1ペソ今8円ぐらいなんですよね。400円しないんかな、もしかしたら。こっちで買った方が安かったかもしれない。どうなんでしょうか。座席と足元は結構広めで、あとコンセントとかもないんで、携帯はもうしっかり充電しておいた方がいいと思います。今日の旅丸さんはうさぎスタイルです。だいぶ雨も止んで晴れてきたので、皆さん空の旅を楽しんでいってください。手洗いこんな感じでございます。もう気づいたら爆睡してて、あと30分で着くそうです。では行ってきます。
着しました。わあ、人がめちゃくちゃ多いです。目の前にスタバがあったんですが、やっぱり内容が違いますね。ブログで見たら結構ね、200円、300円で飲めるって書いてたんですけど、そんなことないな。まあ1ペソ8.5円ぐらいなんで、600円ぐらいするな。とりあえずはメキシコに無事到着できてよかったです。アメリカ西海岸縦断旅が終わって、ちょっと休憩してすぐにラスベガス来て、休憩なしのずっと旅行だったので、ちょっと疲れてたこともあってか、もう飛行機爆睡でした。大爆睡珍しく。5時間のフライトだったけど、多分4時間はしっかり寝てました。全然起きなかった。この後なんですが、今回はエアビに連泊する予定です。なのでそちらへ向かうんですが、バスとかの乗り継ぎだと結構歩いたり2回3回乗り継ぎってなってたので、今からタクシーに乗ってエアビに向かおうと思います。空港からエアビまでどんな感じで向かうのかちょっと撮っていこうと思います。ではタクシー呼ぶ前にメキシコのセブンイレブンでちょこっと何か買っていこうと思います。すごい狭いな。あ、カンカンのコーラとか美味しそう。21ペソなんで、170円、80円ぐらいか。日本とそんな変わらんな。空港だからかな。見た感じね、甘いものとか、ドーナツがめっちゃたくさんあるんですよ。メキシコめっちゃいいかもしれん。コーラもちっちゃいのと大きいの、そんな値段変わんないんで、大きいの買おうかなと思います。で、これ見たことあります？コーラゼロでもダイエットでもなくて、コーラライトってあるんですよ。これ買ってみようかな。18ペソ。眠気覚ましのガムも買おうと思います。12ペソ。日本食もしっかり売ってますよ。おにぎり65ペソ。あ、これはお寿司らしい。何が入ってこう、なんかマンゴーみたいなの入ってる。ちょっと糖分補給にドーナツも買ってみよう。何にしようかな。ドーナツゲット25ペソ。レシートちっちゃくて可愛いですね。でもちょっと見にくい。47ペソでした。では今から余ったアメリカドルをメキシコペソに両替しようと思います。今日泊まるエアビの近くに両替所いくつかあるんですけど、全部空港のレートと同じぐらいだったんですね。で、空港って大体一番レート悪いんですよ。なので今まで敬遠してたんですけど、今回はもう街中と一緒っていうことで空港で変えていこうと思います。もうゲート出た目の前の CI バンコっていうのかな、ここですね。ちなみに日本円だったら 0.11 らしい。必要なのはパスポートだけでした。ちゃんと1602ペソやってきてます。タクシーなんですが、Google マップで検索した時に、リフトと、今まで見たことのないタクシーアプリ2つが出てきて、リフトが60から80ペソでエアビまで行けるって書いてたんですね。ですけど、いざ DD 開いたら、200ペソかかるって出てて、試しに Uber 開いたら160ペソだったんですね。なので、今回は Uber に乗ってエアビに行こうと思います。ちょっと待ち時間にドーナツいただきます。じゃーんということで、春デイリーちゃんと同じドーナツにしました。なかなかね、日本ってこのピンクのチョコにカラースプレーってないですよね。では、いただきます。ちゃんとイチゴの味がして美味しい。でも夜だからかちょっと硬くなってる。タクシーがあと1分で着くらしいんで、ちょっと向かいます。うわー、マジか。タクシー乗り場に向かおうと思って、ずっと左に歩いてたら、アメリカドル 16.54 になってました。しかも CI バンコ、同じところや。なので、到着ロビー着いたら、もう左にずーっと歩いてきた方がいいですね。ここが一番レートがいいです。あ、でも日本円は同じだ。夜のメキシコはね、結構寒いです。長袖のジャケット着ててもちょっと寒い。では荷物乗せてきます。
はい、では到着しました。すごいね。近くにレストランが連なってるんですけど、盛り上がってますね。あ、カラオケしてるんや。無事にエアビーがある場所には到着したんですけど、ホストの人が電話してもメッセージしても一向に出てくれなくって、結局1時間ぐらい待ったんですけど、入れないです、お部屋に。外に締め出されちゃってたんですけど、よう消えるなライトがここに住んでる他の住民の方、女性の方がすごい助けてくれて、そのホストの人に電話したりとか、ドアノックしたりとかいろいろやってくれてたんですけど、結局返答がなく、他のホテルを予約しました。ここから歩いて10分ぐらいのところに1泊2300円ぐらいのところがあって、もう今日寝るだけなのでそこに1泊だけ泊まって、ちょっとまた体勢を立て直そうと思います。このお部屋の方なんですけど、ちょっと多分もう夜遅いのでメッセージだけ置いて帰ろうと思います。他のホテルに泊まります。助けてくれてありがとうございました、あんたとても優しいですみたいな感じで書いております。こんな感じで置いとこうと思います。いやー、どうなることやら。メキシコ初日からちょっと大丈夫かなって感じですが、今から向かおうと思います。道はこんな感じで、人通りも結構あるし明るいです。で、変な人いなくて、本当住民たちが歩いてるって感じですね。では到着しました。こちらがホテルだそうです。ルイスモヤ5。元気な街ですね。安宿に到着はしたんですけど、お部屋がないみたいで30分ぐらいずっと待たされてます。もう本当私の悪い癖で、安いとこを見つけたらこれだって決めちゃうんですけど、安すぎて全然皆さんの参考になれてないって最近思って、それがまた起こっちまいました。皆さん申し訳ないです。なんか今日はもう寝るだけなんで、ちょっとここに泊まろうと思います。でも面白いのが Wi-Fi のスピードめちゃくちゃ速いんですよ。もうそれだけが取り柄。ではお部屋到着しました。じゃじゃーん。もう全然いいや。こんな感じでございます。2300円のお部屋です。鍵もこんな感じ。もう多分ね、一部屋に一家族住んでる系の人たちが多い。マジか。地味に窓があります。ちゃんと網戸も張ってる。あとドアの横にスイッチとコンセントが2つありますね。部屋の中はガムみたいな甘い香りがします。はい、というわけで今回のお部屋いかがでしょうか。前回のラスベガスのホテルと比べるとほんと天と地って感じなんですが、とりあえず今日はゆっくり寝て明日からの旅に備えようと思います。で、今夜の12時なんですが、4時間後にプレミア配信をしたいので、今から編集を終わらせて YouTube に貼っつけてからお風呂に入ろうと思います。ということで皆さんおやすみなさい。おはようございます。めっちゃ寝れました。ではチェックアウトしてきます。おー、めっちゃ天気。ということで皆さんおはようございます。メキシコの朝です。というか昼です。なんと今回泊まっていた安宿が一時チェックアウトだったんですね。なのでギリギリまで滞在して今からお昼ご飯を食べに行こうと思います。やっぱりメキシコに来たってことで今からタコスを食べに行こうと思います。本場のタコス。なんとですね、歩いていたらコロナビールってあるじゃないですか。あそこの直営店でなんと生のコロナビールが飲めるお店があるらしく、かなり口コミも良かったんですよね。なのでそちらに行ってちょっとビールとタコスをちょっとつまもうかなと思います。メキシコってすごいカラフルでいろんなとこから音楽が聞こえて明るいイメージがあったんですが、今歩いている道が結構ねおしゃれなんですよ。こんな感じでちょっとヨーロッパチックですよね。建物がすごく可愛いです。で、もう着いちゃいました。こちらのお店です。サロンコロナっていうお店ですね。すごいめちゃくちゃ人気。では早速行ってみましょう。座れるかなこれ。めっちゃ大きいお肉の塊焼いてます。これみんな並んでるんかな。あ、奥の席もあるんですね。うわ、表面焼いてる。美味しそう。
ちょっと上のカリッとしたところがいいな。あ、そうやって作るんですね。すごい人だ。タコスはこっからここまで種類があって、英語メニューなんでなんとなくわかるんですけど、ここがタコス、これがバーガー、これがシェア用って感じかな。私はもう一番上のこのパスとオリジナルのタコスを3つから多分注文しなきゃいけないんですよね。なのでこれを3つ頼みます。あとはドラフトビールのコロナですね。これを頼もうと思います。で、面白いことにコロナって通常の生ビールか黒の生ビールを選べるそうなんで、まずは通常の方を飲んでみようと思います。スモールで34ペソ。めっちゃ安い。300円ぐらい。卓上にソースがやってきました。もうめちゃめちゃ辛そうなソースと4種のソース with ライムがやってきた。なんかワクワクする。お店の中のガヤガヤがすごいです。自分の声がギリギリ聞こえるぐらい。英語のメニューをもらったのは良かったんですけど、英語で注文しても伝わらなかったんですね。なので Google 翻訳を使いながら注文しました。愉快だみんな。面白いことに気づきました。コロナの生ビールが34ペソに対してソフトドリンクがね45ペソするんですよ。お水も39ペソするんでビールが一番安いです。ちっちゃいサイズって言ったんですけど多分500ミリの方がやってきた。ではコロナの生ビールいただきます。乾杯。美味しい。超飲みやすい。やばいなこれ。ビールのしつこさみたいなものが一切ないです。最高。ではタコスやってきました。美味しそう。さっき入り口で焼いてたお肉と玉ねぎ、パクチー、あとパイナップルの薄切りみたいなのが乗ってます。ではいただきます。まずはソースなしでそのままで食べてみます。もうお肉自体にもスパイスが効いてて美味しくって、ジューシーなんですよ、お肉が。玉ねぎとパクチーのさっぱりさも合わさって、すごい美味しい。これしかもビールにめっちゃ合います。やっぱパイナップルだった。パイナップルがふわっと香ってすっきりした美味しい。美味しい。やばメキシコ。じゃあちょっとソースつけてみます。アボカドのソースで結構辛かった。びっくりした。違うソースもつけてみます。美味しい。ちょっとオイスターソースっぽい。ライムが一番美味しい。タコスが美味しすぎて同じものを注文してみました。パクチー抜きもできるらしくって、シンシラントローって言ったらパクチー抜いてくれるそうなので、やってみたら本当にパクチーなしできました。パクチー嫌いな人、シンシラントローってぜひやってみてください。では
メキシコのタコスやば美味しいです。女性の方でこのタコスは3個以上頼む方がいいかもしれません。タコス最高に美味しかったです。ではごちそうさまです。お会計なんですが、タコス6枚とビールが結局ちっちゃいサイズじゃなくて大きいサイズが来たので、合計で169ペソ。あとメキシコにはチップ文化がありまして、普通のレストランだったら 10%、高級なレストランだと 15% から 20% になるそうです。なので約 10% 払うことにして186ペソぐらいを支払おうと思います。こんだけ食べて飲んでメキシコ物価最高すぎる。ではお会計してきます。はい、では今回の動画いかがでしたか？今回の動画もいろいろありました。まずメキシコシティには1週間滞在予定で、エアビで1週間分宿を抑えていたんですね。ですけども、もともとそのエアビにチェックインできる時間が3時から5時の2時間しかなかったんですね。私はもうその時間に間に合わないって分かってたので、遅れます、夜になりますってことをメッセージで伝えておいたんですね。そしたらホストが、分かりました、待ちますってメッセージが返ってきたので、行ってみたんですが、いなかったんですよね、ホストが。なので、チェックインができず、1時間メッセージを送りながら待ってみたんですけども、返答もなく、もう泊まるところがなくなっちゃったので、2000円台の安宿に泊まりました。で、安宿自体は、メキシコシティのホテルの平均ってだいたい1泊6000円から7000円くらいするので、半額以下で泊まれたのは良かったんですけど、もうシャワーにしろ、お風呂にしろ、環境にしろ、旅行に来られてる方におすすめできる感じではなかったです。もう私は寝るだけだったので我慢できたんですけども、あんまりいい思い出はないかな。で、その安宿を次の日チェックアウトして、今いるお部屋もまたエアビで取り直しました。1週間分で、このお部屋はめちゃくちゃいいです。なのでもう次回の動画で詳しく説明しますので楽しみにしておいてください。で、最初のエアビの続きなんですが、ホストがメッセージを無視しちゃってるんですよね。エアビのカスタマーサポートに相談したら、もうホストがまずメキシコにいないらしいんですよ。なので私が予約した日にちのうちチェックインできる日がなくって、しかもなんとホストが私の予約をキャンセルしないと返金ができないんですね。1泊目は私がチェックイン時間に間に合わなかったので、1泊目は払おうと思ってたんですけど、2日目以降全部返金がないのはちょっとおかしくないかと思って、でそれも今相談中なんですが、未だにちょっとホストと連絡が取れない状態で、どうなることでしょうっていう感じです。もうわー、ちょっと返金されなかったらかなり苦しい。でも返金がないって私はもう全く腑に落ちないんで、頑張って戦おうと思います。もしエアビ予約する方、ホテルじゃなくって一般人との取引になるので、もうチェックイン時間はもう厳守、もうどんだけ飛行機が遅れようが、もうそういうのも加味してチェックインできる時間のお宿を探すのがいいなと思いました。本当に私は稀だと思うんですけど、ホストの都合でチェックインできず返金されない、そういった場合はとりあえずもうカスタマーセンターにすぐに相談してください。メキシコ入国1日目はこんな感じでございました。安宿に泊まる分だけトラブルはつきものですが、私のトラブルが今後皆さんが旅行する際の参考になれたら嬉しいです。というわけで今回の動画こちらで終わろうと思います。今春デイリー登録者10万人目指して頑張っておりますので、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今後のメキシコの動画楽しみにしていてください。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。